どうもこんにちは、大峰です。以前配信しましたコンパクトデジカメの比較動画。低価格帯から高価格帯までの機種を独断と偏見で比較していきましたが、これが思いのほか好評だったので、調子に乗って今回はデジタル一眼レフカメラを取り上げていきたいと思います。まず、第1回目となる今回は低価格帯機種として、ペンタックス K-S1、富士フイルム X-A2、オリンパスペンライト EPL7、キヤノン EOS M3、ニコン D5500 の5機種を比較していきたいと思います。掲載している価格に関しては価格コムを参考にしています。時期によって価格は変動しますので、あくまでも参考程度にご覧ください。なお、注意事項として一眼レフタイプということで取り上げるカメラ本体のみの情報となりますので、レンズを含めた最終的な価格、重量などは変動するということをお断りしておきます。それでは始めていきましょう。まずはペンタックス K-S1 を見ていきます。見た目がユニークな K-S1。非常に低価格な一眼レフデジカメですが、その見た目価格とは裏腹に描写性能が非常に高く、正直今回比較した中で最も高画質なカメラだと知り、とても驚きました。その高画質の秘密はローパスセレクターによるものだと思いますが、細部まで自然でしっかりしたシャープネス感があり、ノイズも少なめ。それに最高 ISO 感度が51200ということなので、室内や野外での撮影が多い方にお勧めできるカメラです。視野率 100% の光学ファインダーを備えていたり、ボディ内手ブレ補正機能があったりと、撮影機能に関する基本性能がしっかりしている反面、ミラーアップ撮影ができない、動画撮影時に絞り固定モードが利用できないなど、回帰種ならではの制限もあるので注意が必要かもしれません。重量は比較した中では重めですが、その形状のおかげでバッグなどへの収まりが良いということなので、男女問わず気軽に持ち運ぶのにも適しているカメラと言えそうです。では次に、富士フイルム X-A2 を見ていきましょう。今回比較した中で最も低価格機種となる X-A2。デザインがクラシカルでとても良いですが、K-S1 同様こちらもかなり高画質です。サンプルを見る限りだと所々に若干不自然なシャープネス処理が見られますが、必要十分の画質と言えると思います。画素数が他に比べてかなり低く抑えられていますが、画素数が高ければ高画質というわけでもなく、個人的にはこれくらい抑えてくれた方がノイズや階調の面などでは有利に働くので助かります。撮影機能で良いと思える機能の一つに、星空を撮影するときなどに便利な最長60分の録画ができるバルブ撮影があります。重量がとても軽いこともあり、普段持ち運ぶカメラとして活躍してくれそうです。それでは次はオリンパスペンライト EPL7 を見ていきたいと思います。女性に大人気のペンですが EPL7 は自分撮り、いわゆるセルフィーに特化した機能として下に180度回転できるチルト式モニターを搭載しています。もちろん上にもチルトすることができるので、超ローアングルなどからの撮影も可能なので、家族連れでの撮影に役立つ機能と言えるのではないでしょうか。家族連れといえば連写も早く秒間8枚も撮影できるので、高倍率ズームと組み合わせれば運動会で大活躍なんていうこともあるかもしれません。ローパスフィルターレスということですが、商品ページには特段それを宣伝するでもなく、ひっそりと掲載しているあたり、それほどの効果はないということでしょうか。サンプル画像を見ると確かに程よい解像感がありますが、細部が若干ですが潰れており、ちょっと残念。さて、それじゃあ次はキヤノン EOS M3 を見ていきましょう。キヤノンのミラーレス一眼カメラである M3。本編配信時にはまだ発売されてはいませんが、随分と高画素のカメラにしてきたなという印象です。撮像素子が APS-C とはいえ2420万という画素数はちょっといただけません。実際サンプル画像を見ると確かに高画質ではありますが、他の4機種に比べると解像感が足りなかったり、細部が潰れてしまったり、ちょっと物足りないといった感じです。非常に軽量で持ち運ぶには便利だと思いますが、250枚という撮影枚数はちょっと少なすぎる気もしますので、購入される方は良いのバッテリーを購入されるといいのではないでしょうか。それとシャッタースピードが最大でも4000分の1秒というのは厳しいかもしれません。それでは最後にニコン D5500 を見ていきたいと思います。コンパクトデジカメ編でも常に高い評価を得てきたニコン機ですが、一眼レフタイプでもやっぱり素晴らしい性能で解像感が高く濁りのない画質です。画素数が高すぎる気がしますが、フル HD の 60p 収録はできるし、撮影枚数も820枚となっています。ですが価格が他と比べて若干高価なことと EOS M3 同様シャッタースピードが最大4000分の1秒となっているので、作品制作に使われるのであれば別途 ND フィルターなどを用意した方がいいかもしれません。いかがでしたでしょうか。さすがに一眼タイプのカメラともなると画質がどれも素晴らしいものばかりで選ぶのに困りましたが、これほど低価格なカメラでもここまですごい絵を引き出せるのかと驚かされたものもいくつかありました。今回比較してきた中で単純に画質のみという評価であれば、羊の皮をかぶった狼なペンタックス K-S1 が最も高画質だと思いましたが、そのデザインを好きになれるかどうかというところが評価の分かれ目かもしれません。僕であれば K-S1 を購入しますが、逆に EOS M3 は他の機種に埋もれてしまい残念なことになってしまった印象でした。というわけで自分が購入するのであれば K-S1 を、
人に勧めるのであれば画質だけでなくデザインも良い、さらに非常に低価格という XA2 にします。以上です。次回は中価格帯のカメラを見ていきたいと思います。それでは皆さん、さようなら。やさまは YouTube だけじゃなく、ポッドキャストでも配信中。YouTube 番組とは違った話題をメンバーとあーだこーだ喋ってます。一度登録すれば自動で受信できる便利なポッドキャスト、配信日は毎週火曜日。今すぐここからアクセス。